はい、皆さんこんにちは。今回はですね、アンパラレルドのペイシェンスを紹介していこうと思います。このペイシェンスはですね、リバインドさんでも入荷直後に完売してしまって、その後すぐまた再販されたんですけど、それでもまた売り切れてしまって、非常に人気のモデルになっています。このペイシェンスは直訳すると忍耐という意味なんですけど、滑りに特化したトリック創作のためのヨーヨーということで個人的にかなり気になってたんですが、実際に振ってみたところ想像以上の滑りの良さ、そしてスリープロスも少ないので練習用のモノメタルとしてめちゃくちゃ実用性が高いなって感じたので、今回レビューすることにしました。オリジナルトリックの創作はもちろんなんですけど、練習にちょうどいいモノメタルを探している方は必見だと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。このペイシェンスはアンパラレルドのチームメンバーでアメリカのエイダン・シオック選手のシグネチャーモデルになります。彼はですね、独特なストリングの軌道、他に類を見ない構造のコンボなど革新的なトリッククリエーションで評価されているプレイヤーなんですが、実際のプレーを見てみると基本的に常に多重マウントで、ストリングの長さも指の間隔もかなり狭くなっていますよね。この状態でスラックですとかリジェクションっていうのを多用するんですが、非常にフローのある芸術的なプレイヤーだなと感じます。そんなエイダンのヨーヨーに対する信念は、成長は献身と時間から生まれる、いいものは忍耐の先にある、この2つということで、何か一人のプレイヤーとして非常に勇気づけられますよね。そういった情報を踏まえてこのペイシェンスのスペックを見ていこうと思いますが、まず直径が 55mm、 そして幅が 46.5mm で、最近のヨーヨーシーンでは平均的なサイズ感かなと思います。小回りが利くんですけど、トラピーズ有効幅もしっかりあるスペックですね。重量は 66g と若干重めになってます。やっぱり滑りに特化したヨーヨーということで重さはしっかりとありますね。そしてベアリングレスポンスはサイズ C で、素材が A7075 となっています。全体的にはあわよくば競技シーンに耐えうるようながっちりさのあるスペックとなってますね。そして外観ですけど、形状は H プロファイルになりますが、しっかり外側に重量配分をして回転と安定性を意識した形になっています。形状として何より特徴的なのはこのエッジの低さと、それからこのミッドゾーンあたりの若干のインバースかなと思います。ボディを分解してみるとわかるんですが、エッジがこれだけしかないので、ベアリング付近でのスリープロスはとても少ないですよね。そしてこのミッドゾーンあたりのインバースによってボディとストリングの接触がかなり抑えられるので、スペックも含めて考えるとやっぱりしっかりと滑りの良さを考慮して設計されているということが伺えますね。ここからは実際の使用感をお伝えしていきますが、まず気になるのは何より滑りですよね。この滑りに関しては想像以上にいいです。マウントした時の引っかかり感はもちろんないですし、僕が使っているストリングではうっかり戻ってきてしまうといったことも今まで一度もないですね。そして個人的に一番驚いたのはこの多重マウントした時のスリープロスの少なさですね。やっぱり多重マウントした時って回転力がぐっと急激に落ちてしまうんですけど、ペイシェンスはそのまま平然と回ってるんですよね。ストリングとの接触によるスリープロスが本当に少ないんだなって感じますし、スリープロスが少ないのでモノメタルとは思えないくらいよく回ってくれます。フィーリングとしてはこの外側の重量配分と A7075 という硬いアルミの素材の組み合わせによってしっかりとした存在感があるフィーリングですね。スピーディーな動きというよりも一定のテンポでトリックをつなげていくようなフローに最適のバランスかなと思います。そして練習という側面では多重マウントするような複雑なテック系のトリックをゆっくり手順を確認しながらこなしていけるので、バイメタルと同じか、あるいはそれ以上に練習に適したヨーヨーかなと個人的には感じます。それでは最後にまとめをしていこうかなと思いますが、今回紹介したアンパラレルドのペイシェンスは
革新的なトリッククリエーションで評価されているエイダン・シオック選手のシグネチャーモデルとなります。彼のプレーからも分かる通り、多重マウントで複雑なコンボをしても平然とその場で回転し続けてくれるので、滑りの良さがペーシェンスの最大の特徴となっています。滑りがいいので、当然ながらスリープロスも少なく、しっかりとスリープ時間があること、そして A7075 と硬い素材で作られていて、トラピーズ有効幅もしっかりと確保されているので、トリックの練習にも最適なヨーヨーとなっています。忍耐強くトリック創作に打ち込みたいという方、あるいは練習に打ち込みたいという方には非常に頼りがいのあるモノメタルヨーヨーだと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。